こんにちは、盆栽職人未来のとしです。今回は6月にやるということで、まず小白ですね。小白は6月末ぐらいから芽切りをします。で芽切りって何かっていうと、去年の動画にも出てるんで、そっち見ていただければいいかなと思います。で基本的には大きな盆栽、大きな黒松から、中品小品っていう順番にやっていっていただければなと思います。大きい盆栽からっていうのはどういうこと？大きな盆栽、大きい盆栽の方が早いってこと？バランスなんですよね。大きな盆栽と例えばちっちゃな盆栽を同時に芽切りするとするじゃないですか、刃の伸びるスピードはほとんど同じなんですよ、そうするとちっちゃい盆栽なのに刃が長いっていう状態になっちゃうんですよね。で大きな盆栽だったらある程度刃が長くても形になるんですけど、ちっちゃい盆栽で刃が長いとやっぱりちょっと不細工になっちゃうんですよ。なんで大きい方から順番にやっていくっていう。なるほど。はい、で小白ということなんでこちら心拍も用意してます。で心拍こういう風に見えるかな、ちょっとこれちょっと伸びてきてるんですよね。こういうのは目摘みと一緒ですね。普通にパツパツって取ってもいいんですけど、この伸びてる芽が結構硬くなってきてる段階で無理に爪でピッて外すと杉葉になっちゃうんですよ。杉っ葉っていう人もいるんですけど、こんなやつです。そんなやつね。それになるともう長いと本当に 2,3 年はその状態が続いちゃうんで、できれば杉葉出したくないんですよね。杉葉出るのが要因っていうのはいくつかあるんですけど、一つとしてはそういうちょっと硬いのに無理に手で取っちゃうとかっていうのがあるんで、そこは注意しながらやっていただければなと思います。それが新芽か。そうなんです。これが新芽で、いわゆるこれがもう輪郭からはみ出るんですよね。なるほどね。こういう輪郭からはみ出てるっていうのがいわゆるこういうもの。逆にこれ伸びないっていうパターンがあるんですよ。これ黒松とか赤松でもそうなんですけど、新芽全然伸びてこないんですよみたいのがあるんですけど、それもちょっと心配なので、うちでは普通にこういうふうに盆栽置いてますけど、こういう下に木とかを入れてちょっと水はけを良くして、新芽の伸びを促すっていうようなことをやっているので、もしそういうので悩んでる方がいらっしゃったら、ちょっとそういうふうに試してみてもいいかなと思います。それ新芽が伸びてこない理由は水はけが悪いからってこと？水はけが悪い、木の状態がもしかしたらちょっと元気がないっていう可能性があるんですよね。で元気がないってことは水を吸う力がないんですよ。水が吸う力がないから、なるべく水はけを良くしてあげたい。つまりずっと乾いてない状態で根腐れを起こしちゃうんですよね。っていう可能性もあるので、少し水はけを良くしてあげて、なるべく根っこの伸びを促して元気にさせて新芽も伸ばしてあげるっていう感じですかね、小白は。黒松赤松でもそうなんですけど、新芽が伸びないことがあるので、斜めに置いていただくか、もしくはちょっとなんですかね、もう葉っぱが密集してて伸びにくくなってるっていう場合もあるので、そういう時はフル葉を取って調整するっていうようなやり方もあるので、そういうふうにちょっとしっかりね、中に光が入るようにとか空気が入るようにとか、そういうことも意識しながらやっていただけたらなと。本来芽の伸びっていうのはもう4月からずっと見るんですけど、6月もしっかり見ていただければなと思います。黒松の方は園に行って説明します。であとね、五葉松なんですけど、五葉松っていうと葉がやっぱりキュッと短いのが一つ評価のポイントというか見どころというかなんですけど、だいたいお盆ぐらいかなまでどうしてもやっぱ葉っぱに水をバーってかけるとどんどん葉っぱが伸びていっちゃうんですよ。それはさっきの芽切りの話と似たようなところがあるんですけど、葉っぱが伸びてしまうと、全体のバランスが崩れてしまうっていうことがあるので、五葉松お持ちの方は葉水はあんまりやんないで、表面土の部分に水をかけて水やりをしていただければなと思います。これ本当はもうちょい先からだったんですけど、すみません、忘れてました。肥料も梅雨明けた後でもそうなんですけど、ガンガン置いちゃうとやっぱり葉っぱもグッて伸びてしまうので、そこら辺も注意していただければなと思うんですけど、宮島五葉松、足元は黒松だけど上は五葉松っていう宮島五葉松をお持ちの方、高松ではたくさんあるんですけど、宮島五葉松に関してはそういうことはないので、他の盆栽と同じように管理していただければ大丈夫です。黒松扱いな。黒松扱いですね。面白い。これとか結構混んでる、モコモコしてるんで芽があんま伸びてないんですよね。他のやつこういうのとか
結構こういう風に伸びてきてるんですよ、新芽が。でこういう伸びてないやつはこれ下の方古葉なんですよね。こういうのをちょっと取って取りすぎないようにしていただいて、全体的に透かしてあげると伸びやすくなるかなと思います。手入れが行き届いてなかったりすると結構モコモコになったりするんで、あとは枝がこう3本出てる時あるんですよね。そういうのを真ん中を切ったりして透かしてあげるとか。これも全然伸びなかったんですよ、ついこの間まで。ようやく伸びてきたかなっていう感じで、葉っぱも取ってるし、こう3本あるのは1本外したりとかしてだいぶスケスケになってますね。確かに。なるほど。こうすると芽切りもできるんで、いつも通りの手入れがしやすくなるっていう感じですね。五葉松なんですけど、葉が伸びるとこうなるんですよ。どうなる？これ結構伸びてるんで伸びちゃうんですよ。葉っぱにバーって水あげたり、肥料が効きすぎたりするとこういう風にバーって伸びていっちゃうんですよね。じゃあ次は臓器ですね。皆さんこれ覚えてますかね。僕が一回葉刈りした全葉刈りしたやつですか？全葉刈りしたやつなんですよ。あれ何月？5月5月にやること？撮影の都合上4月末ぐらいにちょっと早めにやったんですよね。撮ったのがそんなの全部出てきたってことですか？そうなんですよ。いやすごいですね。あんなに丸坊主にしちゃったのに。そうなんです。出てくるんや。出てくるんですよ。心配だったんですよね。心配するで出てくるんかな。そんなに買ってっていう。もう1ヶ月ちょっと。そうですね。これぐらいにはなるんで。その楓が元気だったっていうのもあるんですね。そうですね。元気だったっていうのもですね。でこういうふうに結局6月になってもやっぱこう成長していって伸びる部分があるので、こんな感じで伸びているのをこれからパツッと切ってしまう感じですね。柔らかい葉っぱだったらピンセットでももちろん大丈夫なんで、ある程度しっかりしてるような枝だったらもうハサミで切っちゃった方がいいので、こんな感じでやっていただければっていうことで、あんまり臓器もそんなにないですかね。6月はそんなないかなと思います。で、これは小白と、臓器関係ないんですけど、おそらく皆さん肥料を置いてると思います。6月っていうと梅雨の時期に入るんで、その時期はなるべく肥料は取ってもらいたいんですね。肥料を置きっぱなしにしてしまうとずっと肥料の効果がずっとこの鉢の中に入ってっちゃって逆に元気をなくしてしまうっていうことがあるので、梅雨に入ったら皆さん肥料は取ってください。臓器はそんな感じなんですけど、あと消毒ですね。これもすいませんちょっと忘れちゃったんですけどもっと前からね盆栽ね虫がつくんですよね。以前消毒の回というか殺虫殺菌の回もやったと思うんですけど、普段盆栽こう触っててこれ虫食われてんなとか黒い点々あるぞみたいな時って大体虫がいたりするんですよ。そういう時は前の動画見ていただければいいんですけど、ホームセンターなどで消毒、殺虫剤とかを買っていただいて吹きかけるっていう風にしていただければなと思います。はい、6月の手入れっていうのは大体こんな感じです。あんまりがっつり気合い入れてやるっていうことはあんまないかもしれないんですけど、細かいことが結構気にすることもあるので、その辺注意していただければなと思います。それではまた7月お会いしましょう。バイバイ。